あなたは失業中で何ヶ月も職を探しています。政府の福利厚生制度で家賃、光熱費、食費を賄っていますが、生活に精一杯です。ついに就職の返事をもらいました。ここ数ヶ月で初めての給料を受け取り、好転し始めたようですが、落とし穴があります。新しい仕事の給料額はちょうど失業手当を受ける資格がなくなる額ですが、手当で支払っていた費用を賄えず、通勤の交通費や出勤中の子どもの保育費の負担もあります。無職だった時より少ないお金しか手にできません。経済学者はこの意欲低下の状態を福祉の罠と呼びます。世界中の数百万人に影響を及ぼす貧困の罠の一つです。これは何世代も貧窮を継続させる経済的環境的な状態です。貧困の罠の中には人の事情に関係するものがあります。健康的な食べ物や教育を得られないなどです。また国全体に影響するもの、政権の腐敗や気候変動などもあります。しかし福祉の罠の残酷な皮肉は貧困への政策から生まれたことです。歴史上、社会は何らかの戦略を立てて貧しい人に基本的に必要なものを支援します。20世紀以前には宗教団体や民間の慈善団体がそのような活動をしていました。今日これらは福祉制度と呼ばれて、通常政府による家賃、食費、光熱費、医療費に対する補助金という形をとります。通常この適用は収入で判断されます。つまりある収入水準を下回る人だけが恩恵に預かれるのです。この政策は援助が最も必要な人に届くよう設計されていますが、これは援助を受ける資格の基準値より稼いだ途端に援助がなくなることを意味し、安定して基準値を上回るかは考慮されません。この悪循環は貧困の人とそうでない人の両方に有害です。主流の経済モデルは人々が合理的な行動者であり、自分のコストと利益を比較して最も有利な道を選ぶと仮定しています。貧困の人が働いても利益を得られないと分かっていれば、政府の援助が得られる状態にとどまる動機づけになります。もちろん社会規範や個人的価値は人が働く理由でもあります。しかし収入は職への主な動機です。就職率が少ないと経済は停滞して、貧困状態の人はそのままで、貧困の一歩手前の人を貧困へと追いやりかねません。政府の援助制度の全廃止によりこの悪循環をなくせるという人もいますが、それは現実的、人道的ではありません。では働く人に不利にならない給付金制度はどう作り直せるでしょうか。多くの国はこの問題の回避に取り組んできました。ある国では新たな就職後もある一定期間給付金の受給を可能にし、また収入の増加に従って給付金を減らす国もあります。これらの施策は金銭的には働く意欲を多少削いでいますが、福祉の罠のリスクは低減できます。教育費、保育費、医療費などの給付金を市民に平等に給付する政府もあります。これらの解決策では普遍的給付の考えをさらに進めてしまいます。最低所得保障は社会のすべての構成員に一定の給付金を資産や就労に関わらず給付するものです。これは福祉の罠を取り除けるかもしれない唯一の政策です。収入が給付金の代替ではなく、給付金を補完するからです。実際誰もがそれ以下にならない安定した収入の加減を設けることで、最低所得保障は人が貧困に陥ることを防ぎます。経済学者や思想家が18世紀以来この考えを支持してきましたが、今のところ最低所得保障はほとんど仮想的です。限られた規模で試されましたが、これでは国全体また全世界でこの政策を実施したらどうなるかは分かりません。政府の戦略がどうであれ、福祉の罠の解決には人々の主体性や自主性の尊重が求められます。個々に生活やコミュニティに長期的な変化を起こす力を与えることによってのみ、貧困の循環を断ち切れるのでしょう。テッドエドは質の高い教育コンテンツを多くの言語で無料で人々に提供できるよう取り組んでいます。パトレオンに寄付して非営利のサポートをしてください。チャンネル登録もお願いします。